様ごきげんよう。マダム・フォルトナハイバイブレーションリーディングへようこそ。マダム・フォルトナです。はい、では今日はあなたがお相手からどんな方として見られているかということをサクッとリーディングしていきたいと思います。では選択肢をお選びください。いつものように左から A、B、C です。Stay till the morning, tell me you want it. You know I'll go on and on, cause you're too important. I'm honest, too honest. Know if you touch me, I'm on it. Just say the word and I'll give you all I can. Don't act like this ain't a good time. I'll be in a lifetime. It's been like this for a while. I gave you all my life. Stay till the sunrise when it's only us. Oh, let's be for real. Know you're scared to fall in love, but I want you still. I could put in all the work, but I'll keep you from hurting. Baby, I'll always be here, even in 100 years. I want you still. Cause I want you still. I can't deny, won't even try if it ain't you, babe. Done with goodbyes, look in my eyes, tell me you feel the same. Don't act like this ain't a good time. I'll be in a lifetime. It's been like this for a while. I gave you all my life. Stay till the sunrise when it's only us. Oh, let's be for real. Know you're scared to fall in love, but I want you still. I could put in all the work, but I'll keep you from hurting. Baby, I'll always be here, even in 100 years. I want you still. Cause I want you still.はい、では A の方のリーディングをしていきたいと思います。はい、では1枚目。ビーバーさんですね。はい、2枚目。はい、say no ということですね。はい、3枚目。勇敢なライオンさんですね。で、最後がこちらですね。はい、ではこちらの4枚で見ていきたいと思います。そうですね、ビーバーさんね、枝とかいっぱい持ってきて巣作りをしているっていうところなんですけれども、そういう意味において基礎作りがちゃんとできている、土台がしっかりしているっていう感じでしょうかね。で、自分のスペースとか自分の世界をしっかり持っていて、それを作り上げるためのね、労を惜しまない人っていう感じでしょうかね。で、そうですね、自分の王国を持っている方。で、それは何者も触れることができないというか、あなたに選ばれた人だけがそのスペースとかその世界に入ることができるっていう感じで思われていると思いますね。しっかりとして自分の世界を持っているっていう感じでしょうかね。で、自分のスペースとか自分の世界を守るっていうのは結構難しくって、例えば退勤間際にですね、用事を頼まれたとしても、この後予定があるので失礼しますとかね、それは勤務時間内ならしますけどという感じで、はっきりノーということが言える方、そんな感じに思われてると思いますね。で、それは単なるわがままということではなくっ
て、不条理なこととか理不尽なこと、そういったことにも、きちんとね、ノーと言えるし、なんならね、泣き寝入りすることなく戦うこともできる。そういった芯の強い方、そういうふうに思われていると思います。そうですね。自分の中でやっぱりしっかりとした考え方を持っている人で、普段はね、このビーバーちゃんなので、そんなライオンのようなね、気持ちを持っているなんて、人は到底思わないし、見えないし、そういったところも見せないんだけれども、結構大胆なね、考え方も持っていて、やるときはやるっていうようなね、そういった意志の強さも持っているっていう感じでしょうかね。先ほど言いましたけれども、好き嫌いをね、はっきり言うからきつい人と思われてるかっていうと、あなたはそういった方ではなくって、自分のできることはね、時間内ならサポートしますよ、みたいな感じで、なんていうのかな、決められたルールの中で、きちんとそういったことをやられるっていう感じでしょうかね。で、もちろん困っている人がいたらね、さっと来てね、ヘルプしてくれるっていう感じで、とってもスマートでかっこいい方っていう風に思われていると思いますよ。ですから、外見と内面性にギャップがあるというかね、見た感じは、可愛らしいというか、真面目でコツコツ型みたいな感じにパッと見えると思うんですけれども、あなたをよく知っていくとね、意外としっかりとした自分の意見も持ってるし、言えるし、で、理不尽なことには、自分のこと以外でもそれを間違ってると思いますとかね、そういったことをはっきり言えて、上司とか、意見が対立しても、しっかりと自分を持って、はっきりと自分の意見を言える。で、それもなんて言うんでしょうかね。冷静に話し合いができるっていう感じで、とても芯の強い方だというふうに見られていると思います。だからそういった意味ではね、縁の下の力持ちみたいな感じで、とても信頼されているのではないかなと思いました。はい。では、これにて A さんのリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけるとありがたいです。では、またお会いしましょうね。ごきげんよう。はい。では、B の方のリーディングを始めていきたいと思います。はい。1枚目。はい。ナイチンゲールですね。制約足りませんのでね。はい。2枚目。あ、お猿さんですね。楽しそうですね。で、3枚目。はい。はい。そして最後がこちらですね。はい。では、この4枚で見ていきたいと思います。はい。ナイチンゲールなのでね。愛に溢れている人、情が深い方、そして母性に溢れている方。そんな風に思われていると思いますね。で、笑いが絶えない方、いつもニコニコしてね、誰といてもいつもケラケラと笑っているっていうね。で、周りをね、パッと明るくするムードメーカーだと思われていると思いますね。はい。そして、やっぱりそんなあなたには、人からのね、お誘いがすごくかかってですね。で、あなた自身も、お誘いを断らずにね、面白そうって言って来てくれる方なんで、周りもね、あなたがいらっしゃったら楽しいし、じゃああの子も呼ぼうよ、みたいな感じで、お誘いがとっても多い方、プライベートがとても充実しているっていう感じでしょうかね。いつも人の輪の中にいらっしゃって、その輪の中でも中心的な存在っていう感じでしょうかね。これから年末年始なんかはね、忘年会とか新年会でもうスケジュールが埋まってるっていう感じでしょうかね。もういろんなお友達グループがたくさんあって、人間関係が充実している方、そんな感じに思われてると思います。はい。そしてこちらなんですけれども、やっぱりね、人と分かち合うことができる人ということで、譲り合いの精神というものをね、持っていらっしゃるっていうことですね。例えばなんかみんなでシェアするときも、先にね、人にどうぞと言える方、うん。そして、困っている人がいたら、もう絶対無視できないし、なんならね、もう母性も豊かですから、ちょっとおせっかいって思われるくらいのことも嫌味なくできちゃう人。それほど愛情に溢れた方ですよね。
で、やっぱりいつもね、ニコニコしていて、もうこちらもそうなんですけれども、心が安定していて、穏やかな人ですね。うん。で、関西でいうところの、ちょっとオカン的なところもあってですね、オカン的な感じっていうと、ちょっと強いのかなって思うと、案外そうではなくってですね、例えば、集合体恐怖症みたいな、点々とかブツブツが怖いっていうね、そこっていうようなところをね、ちょっと怖がっちゃったりとかして、なんかそんなギャップがとっても可愛らしい方ですね。うん、今はもうこのカード見てて、もうこれは私の友達だなと思ったんですけれども、その友達なんかで言うと、もうちょっと愛情に溢れすぎちゃって、母性が強すぎて、もう人でも動物でも何でも尽くしちゃうタイプなんで、ダメンズメーカーなんですよね。うん、だからもうパートナーでも子供に対しても、そしてペットに対しても、いいよいいよ、私がやってあげるよ、みたいな感じで、もう可愛いから、もうついつい甘やかしちゃってね、そういう意味でダメンズメーカーなところがあるのかもしれませんね。でもそういったね、ギャップも可愛らしいんですよね。そういった意味で、老若男女に好かれる、いわゆるいい人として、お相手には思われてると思います。はい。ではこれにて、リーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけるとありがたいです。では、またお会いしましょうね。ごきげんよう。はい。では C さんのリーディングをしていきたいと思います。はい。1枚目。ウォンバットですね。はーい。イエスと言うということですね。はーい。ユニーク。はい。はい。では、こちらの4枚で見ていきたいと思います。はい。こちらね、ウォンバットということなので、そうですね。家庭的な方、家族思いの方、そして家族をとっても大切にしていらっしゃる方、そういった感じに思われていると思います。で、一人の方の場合は、お家大好きな方、インドアなタイプというふうに見られていると思いますね。インドアですから、そうですね、自分のお家とか、あるいは自分の居心地の良さをね、追求するという風なことで、うん、例えばソファーとかね、家具とかのこだわりが強い方、あと、休日にはね、お家で模様替えをしたり、お家で過ごす時間をとことん楽しんで追求しているっていう感じでしょうかね。例えば、お庭の手入れとか、ガーデニングとか、お家の中で観葉植物をたくさんですね、育てていたり、あるいはそうですね、ベランダにテーブルと椅子とか置いてね、お茶したり読書したり、あるいはお酒を飲んだりね、そういったお家での休日の楽しみ方を、とことんこだわってやってらっしゃるっていうんかね、そんな感じで見られていると思いますね。で、もう休みの日にはもう当然家族サービスというか、例えば職場で仕事終わりにみんなで飲みに行こうみたいな話になっても、家族と約束があるからとか、もう今日は家でね、ご飯食べるって言ってますからみたいな感じで、お家を第一優先されているっていうね、そんな方に思われていると思いますね。うん。で、大抵こだわりが強いとね、気難しいっていう感じ思われると思うんですけれども、あなたの場合はね、全然そんな方ではなくって、むしろその真逆で、何をお願いしてもね、いいよって言ってくれる、とっても優しい方で、逆に言うと、頼まれると断れないタイプだから、で、そんなあなたをね、便利使いしたりね、利用したり、騙したりする人が現れるんじゃないかと、お相手はちょっと心配されてると思いますよ。あなたがとってもね、あまりにも人を疑わなさすぎるからね。うん。お相手もね、あなたのそんなところをね、あなたの良さとして見ていらっしゃるんだけれども、その反面、ちょっと大丈夫かなっていうふうに思っていらっしゃると思いますよね。
でもそんなところがあなたのギャップでもあって、で、お相手にとって、珍しいタイプというか、今まで会ったことのないタイプだから、そういう意味においても目が離せないというかね、相手のハートにドハマりしてるんだと思うんですよね。だから、ハラハラドキドキ目が離せない、ちょっと心配だなっていう意味だけじゃなくって、そういったあなたのね、こだわりが強いところ、でも、頼まれたら断れないっていうようなね、ちょっとアンバランスなところも相手からすると、ドハマりするっていうかね。相手からすると、あなたは目が離せない存在として見えていると思います。はい。では、これにて C さんのリーディングを終わりたいと思います。ありがとうございました。最後までご覧くださりありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。